ナンバー5の世界観の面白さをここに詰め込もうとして、当時からうちらしいなって思うのは、これ偶然の産物ですね。奇跡的な作品でした。だいぶ尖ったことをやったなと。神風動画アーカイブス。はい、今回紹介するのは2003年制作ナンバー5 PV だ。それではお願いします。はい、こんにちは。水木です。今回ですね、紹介したいのがナンバー5の PV ですね。これが2002年制作なので、もう19年前になるんですけど、ちょっと19年経っちゃうといろいろと状況も変わってきてまして、まずお断りしなきゃいけないのが、これ小学館さんの月刊一期っていう当時刊行されてた漫画雑誌があるんですけど、それ1周年の時にプロモーションとして制作させていただいたものなんですが、当時CD ロムにこれが入って、その CD ロムが雑誌の付録だったわけなんですけど、ね、今 CD ロムって見ようとすると難易度高いじゃないですか。で、会社内にあった元データ、綺麗なデータ発掘してきたので、ちょっとこれを紹介したいなとは思うんですけれど、当時の編集長さん、担当の方とかですね、ちょっと連絡がなかなかもう取れなくなってしまったというか、お辞めになってたりもするので、ただですね、この作品、いろいろと神風動画で扱わせていただくときに、画像仕様とか動画仕様に関しては、著作表記を正しく入れておけば、まあ大丈夫ですよ、みたいな話も、編集長と約束をしたような気もします。まあ、そういうようなお約束でやっておりましたので、紹介できればなと思うんですが、もしですね、今の担当の方とか、小学館の方、これ見て、ちょっとそれまずいぞということであれば、ご連絡いただけましたら、らしく対処して、また新たに紹介できればなとは思っております。では、まず、ちょっと映像の方をご覧いただければなと思いますので、どうぞ。それでは動画を1回流した後、解説付きでまたご覧いただければと思います。どうぞ。おー、ナンバー5の PV ですね。これはですね、キャラクターっていうか、漫画原作の作品の映像化で、その漫画のタッチ、原作の雰囲気っていうのを、そのまま映像化できないものかなと、やっぱ昔からアニメに対して思ってたんですよね。アニメになるっていうのは、アニメの線の数になって、アニメの色の塗り方になる形で、ちょっと変わってしまうんですけど、やっぱ作家さんそれぞれの絵のタッチとかいうものがそのまま動くっていうのはありえないのかなと思って、まあいろいろと技術的なところを試作していって、いきなりここにたどり着いたっていう奇跡的な作品でしたね。やっぱ本当に作品積み重ねて、段階を経てこういうところにたどり着くんじゃなくて、こうやったらこういう絵になるんじゃないかなっていうのが形になったんです。あと音楽、崎本人志さんですね。崎本人志さんは、ブレスオブファイヤーの5っていう、このナンバー5の PV の一つ前にやってたカプコンさんのゲームなんですけど、そこで僕っていうか、自分らのオープニングとか、劇中のノービーとかやらさせていただいてて、まあそこでちょっとご一緒させていただいたのをきっかけにですね、ちょっとお知り合いになりまして、このナンバー5の時は音楽も自分らでちょっと好きなように用意していいというのもありましたので、ちょっと崎本さんにかっこよく作ってほしいというような感じで、お願いしたものではありました。はい。2本目の受注案件、神風動画として仕事を受けて制作したものの2本目なので、まあ2本目でだいぶ尖ったことをやったなと自分では思っております。
で、ちょっと部分的に絵の解説なんていうのを入れながらできたなと思うんですが、まず、キャラクターとかはですね、3DCG で作っていまして、で背景は 2.5D みたいな、多分床とか多分 3D パースで流れてるんですね。で、この後ろの煙なんていうのは、これ板ポリゴンですね。板ポリゴンを普通に変形させて煙風にしています。で、4人ぐらいで作ってましたね。今でもデザイナーとしてやってくださっている鈴木さんとか、あと佐治君とかね。佐治君はコンテとか、あとキャラクターの造形なんていうのも全部聞いてる。で、キャラクターのアニメーションやってたのが森田君です。森田修平君です。で、今、ヤマトワークスっていう会社、もうだいぶ前から立ち上げて、そこで体操一般にアニメ界に貢献してるわけなんですけど、森田君はアカデミー賞ノミネートまで行ったもう本当にとんでもないやつなんですが、この時一緒に神風動画やっていて、アニメーターとして関わってます。例えばですね、あとは当時からうちらしいなと思うのは、例えばこの門を抜ける時の背景の処理ですね。この門が、ここでは膨らんだパースになってるんです。この膨らんだパースを抜けた後、この画面の端っこにこの門がはけていくと、だんだんほら、末広がりになってくるんですよね。末広がりの形になってくるんです。これは多分2種類モーフィング作ってあって、膨らんでる状態から末広がりの状態、門の CG をモーフィングさせて端っこに移る。で、そうすると中央のね、レンズの効果みたいなのが現れるみたいなことをやってました。煙は多分これ 3D でモデリングした煙をモコモコさせながらも、最後の寄りのところだけ手書きで、バフッと手書きで入れてたんじゃないかなと思います。背景とかは書きですね。気にしてたのはやっぱこういうエフェクト、背景のモデルから出る線、背景に書いた線、あとはこのキャラクターの線ですね。この辺がですね、この線の太さがばらつかないようにっていうのをすごく意識しています。未だにそうですね。テクスチャーで書いた線、キャラクターの線、背景の線。やっぱ絵を描くときってみんな一本のペンで大体こうやって仕上げてるので、統一された線の太さっていうのが強弱はあるんですけど、物ごとで線の太さ変わるっていうのはそんなないので、この辺のマテリアルの違いが出ないように、当時から意識してはやってました。こういうカット好きですね。このカットの好きなところはですね、この手前に羊がいますよね。あれ、ライオンシープっていう、奥にいるライオンとは違って、手前の羊なんですけど、右足の、後ろ足の色とか影が抜けていると思うんですけど、これマスクをちゃんと抽出して、マスクだけ色入らないようにした。これ原作の原稿がこうだったんですね。っていうこの、松本太陽先生イズムみたいなものも画面に全部落とし込めないかなという感じなので、本当にこのレイアウトとか絵作りすごい美しいんですけど、これも本当に原稿がこうだったっていう感じですね。ナンバー5の世界観の面白さをここに詰め込もうとしたという感じではあります。あとはね、文字表現とかですね、もうこの辺からもう大体出てきたのかな。銃の撃った時のカタカを、もうそのまま置いちゃう。刺さった時のカタカ。これも 3D で置いて、最終的に画像処理で、画面処理の時に、ストロー、タッチを入れて、いい感じで、ドンっていう文字を2ポリゴンで空中に置いといて、それが煙に包み込まれるように消えていく。これ偶然の産物ですね。同じ場所に置いといたらたまたまこうなったんですけど、エラーというか、この書き消される感じが面白いなと思うので、そのまま演出として使っちゃおうというような感じで、この辺も作ってます。はい。という感じで、意欲作ですけど、ナンバー5、懐かしいですね。紹介させていただきました。ありがとうございました。というわけで、神風動画アーカイブス第1回はナンバー5でした。他にも、神風動画のオープニングが見たい、ミュージックビデオが見たいというリクエストなどコメントにていただけたら嬉しいです。楽しかった、また見たいなぁと思っていただけた方は、チャンネル登録、高評価をぜひお願いします。それではまた次回の神風動画アー